かつては幸せに過ごしていたのでしょう。赤と黒は混じり合い、抽象画のようにも思えました。路傍に転がっておりました。大きな圧で噴出した人の一生は儚いものにございます。地面と一体になり、動かないそれは確実に。君へ覚めない夢を見ているようだ。あの日の光景が脳内にこびりつき、それは私の人生の中で最も、いや確実すぎるほどに衝撃的な光景だった。人というものはあれほどまで簡単にその短い生涯を終えてしまうのだろうか。周りの友人たちは口々に幸運だったなと、私自身がそれに巻き込まれなかったことに安堵の表情を示しているのだが、いかんせん私は手放しで喜べないのだ。目の前を歩いていた見知らぬ女であったが、今では恋人よりも考えてしまうのだ。あの日、私の靴紐がほどけていなければ、こうして君に文をしたためられなかった。かつては幸せに過ごしていたのだろうか。人の一生は儚いものだと感じてならない。動かないそれは確実に路傍に転がっておりました。かつては幸せに過ごしていたのでしょう。大きな圧で噴出した赤と黒は混じり合い、地面と一体になり、抽象画のようにも思えました。人の一生は儚いものにございます。これは私の昔話です。2009年の8月20日から2泊3日、私は家族で生まれて初めてのキャンプに行きました。父と母と当時7歳だった私と私の2つ下の弟。毎年この時期は家族で旅行に出かけていたのですが、7月の末、幼稚園で行われたサマーキャンプがよほど楽しかったのか、弟が今年はキャンプに行きたいと聞きませんでした。父は旅行こそよくするものの、キャンプには慣れておらず、本を数冊買ってきて、ああでもない、こうでもないと言いながら、日に日に道具を買い揃えていきました。そして楽しみにしていたキャンプの日、昨日まで小雨が降っていたせいか、涼しく、空気はとても澄んでいて、それだけで弟がキャンプに行きたがった理由が少しだけ分かった気がしました。キャンプが初めてとはいえ、父は大変器用なもので、テントも問題なく張れましたし、私にとっても初めてのキャンプだったので、大自然の中で食べる夕食はいつもと違った味がしたと記憶しています。周りには街明かりなどなく、そこには静寂のみが存在し、課外学習で訪れたプラネタリウムよりも綺麗な、今にも降り出しそうな星空が広がっていました。夜中、慣れないテントに眠りも浅く、私はトイレに目覚めました。テントから一歩出てみると、外に弟が背を向けて立っていて、早く寝なよ、と声をかけつつ、私はトイレを済ませ、トイレから戻る頃には、弟もテントに戻っていたようで、私もそれほど気に留めず、再び眠りに落ちました。その翌日の夜も、
私は同じように目覚め、弟は同じように一人で星を眺めていて、その姿を横目に私はトイレに向かい、そしてテントに戻って眠りにつきました。しばらく経ったある日、もともと眠りが深くない私は物音がしたような気がして目を覚ましました。真っ暗な部屋の中、二段ベッドの上の段から目を凝らして部屋を見渡すと、何もない壁を向いて弟がじっと立っていました。どうしたの？弟は何も答えません。早く寝なよ。私は再び眠ることにしました。それからというもの、特に何が起きるわけでもありませんでしたが、弟は定期的に夜中起き上がっては壁に向かって立っていました。稀に何かよくわからない言葉をつぶやいていました。正面、正面。弟が定期的に夜中起き上がり、壁に向かってブツブツつぶやいていることがだんだん怖くなってきた私は、母に相談することにしました。母は弟に夜中のことを尋ねましたが、弟自身は覚えていないようでした。定期的にやってくる恐怖の夜、弟の声、正面、正面。しばらくのうちは、定期的にやってくるその日に私は恐怖し、おおよそ1ヶ月に1回、布団にくるまって何も聞こえないふりをする、そんな夜を過ごしておりました。しかし、人間とは不思議なもので、そんな日々も何回か続くと、恐怖も少しは慣れてくるもので、次第に私はこのようなことを考えるようになりました。弟の顔を正面から見てみたい。そして、月の見えない夜、意を決して私は夜中立ち上がった弟の顔を正面から見たのでした。私の人生において唯一の後悔を語るとすれば、あの日弟の顔を覗き込んだことでしょうか。母曰く、その日以来、月の見えない夜には決まって子供部屋から2人の声が聞こえてきたと言います。正面、正面。あの日、弟の顔を見てしまったがゆえに、今も私も弟も月に一度、心なくただつぶやき続ける夜を過ごしているのでしょうか。つぶやいている間の記憶はございません。しかし、鮮明に覚えていることが一つだけあります。あの日見た弟の顔は、まるでこんな小面のように笑っておりました。この顔を正面から見てしまった以上、皆様もお気をつけください。本日は月齢 0.7 日。ほとんど月も見えないでしょうから。